よく受けたなというか。よく受けた、何ですか？やばいだろあいつ。やばいっすね、あいつは。強いっすね。怖さはもちろんあると思うんですけど。怖さ、まあでもいつ死んでもいいと思って生きてますよ。はい。それ本当なのね。はい。拳銃を突きつけられたんですよ。死んでもいいかなって思ってたんで、まあいいやって感じです。何でもよかったですよ、結局。この世はつまらんなと思ってたんで。全員まとめてでいいよみたいな、無限に捕まっちゃうんで。2016年ぐらいから携帯に遺書書いてあるんで、いつ死んでもいいように死ぬぐらいの気持ちでやってますね。やらないといけない時があれば別に死んでもいいっていう覚悟で生きてきてるんで。煽り V で煽ってくれましたね、そういえば。はい、いじってもらいまして、はい、ありがとうございました。その説は。テキーラ70杯マジで飲みますからね。飲めないと思ってます？いやまだ見てないんで。ヘビの血は入ってないだろう。ヘビの血は調べるとドラゴンの血だったんですよ。あれも親父に言われてたんで信じてたんですよ、僕子供の頃。だからありがとうございます。で、はい、めっちゃ俺 DM 来た。何ですか？あんたのファンから。何ですか？ひどいっつって。そうなんですか？いじるなっつって。愛がありましたよね。愛があったよね。はい。共にライジンを引っ張ってきた仲間じゃないですか。おお、言うね。この男の求める戦いはファンが求める戦い。答えてくれたぞ朝倉未来。第7代ライジンフェザー級チャンピオンラジャムアリー・シェイドライフ。今回史上最強の相手、用意してもらって、相手にとっては不足ないと思うんで1ラウンドから倒していきたいと思います。Mikur'un fanatları ayway көбөйгенсиздер. Жаңы жылда мен ойлойм ситуация 100% өзгөрөт. Коркунучтуу эмеспи ага? Жок, мен үчүн ал эч кандай коркунуч жараткан жок. Эчки болот окшойт. Апасын жашырып койгондо канттарды издеп табып алгандары кызыктуу окуяларсыздар да энди.瞬き現金のライジンフェザー級タイトルマッチ。さあこのベルトはグリーンのトランクス王者に戻ってくるのか、それとも黄色いトランクスコレスリックが奪っていくのか。まあでもコレスリック左入れてМен фанаттарым зал арена ошо сейлеп туруп кол чабып аткандары аябай мени кубандырат. Ооба, мага да көпчүлүк фанаттар жазат, сен UFC'ге эле кетпейсиңби депчи. Пока азыркы учурда мен бул Rising организациясы менен келишимим бар. Пока келишим бүткүчө мен бул жакта болом. Жакшы соперниктерди таап берем десе, ушул жак менен иштеше беребиз. Эгерде соперник жок деп UFC чемпиону экөөнү беттештирсе дагы мен буга мындай даярмын да. Мисалы чемпион менен чемпионду беттештирсе.
いや俺コーレスニックが勝つと思ってたんで、あの瞬発力っていうか体のスピードはえぐいっすよね。あいつのパンチって普通こう行くのにこう行って体こっち側行ってんのにこっち側来るんですよ。だから見えないんでしょうね多分。レスリングが鬼強くてグラウンドも鬼強いじゃないですか。テイクダウンを気をつけてるとめっちゃ速い踏み込みで超重い右があると。普通のピュアなボクシングでこうパーンって打ってんじゃなくて体も伸ばしきって足も伸ばしきってなんかボール投げるみたいにドーンって打ってるんで、あれ思ったより伸びるなって思った時には多分みんな倒れてるって感じで。やられる覚悟を持って殺しに行きますけどね。そういう喧嘩強さみたいな持ったやつと戦ってないと思うんで、あいつも喧嘩しますよ今回は。はいやっぱ相手が強ければ強いほどやっぱ気合も入るし強くなるなんか性格だと思うんで、一番だってスパーリングとかもやってますからね兄貴がまだやるかみたいな。朝倉未来はここで勝つでしょ。僕が一番のファンですよ。シールもみくるさんと加谷さん貼ってるっすもん。今回みくるさんベルトを取って一緒にこうまた写真撮りたいんで。僕らはいつも逆境を乗り越えてきたんで、兄貴もここで見せてくれると思いますよ絶対。いやもう勝つと信じてますよ僕は。やってくれると思いますよ。みんなも楽しみだと思うけど俺も楽しみです。Biroq qanday bo'lganishida men bo'lgan kuchimni yumshab men utqanga harakat qilaman. Ava men kezakdagi betteshim mikroni berdi. Biroq tajribasi stoykadan yaxshi o'zini ko'rib buyursa。今までは彼がこう雷神から与えられたタイトルマッチだと俺は思ってて、いろいろ賛否もあったけども、今回は自分の手で掴んできて、鈴木千尋しかりクレベルしかりちゃんと元チャンピオンを自分の手で勝ってきて、誰も文句言わせないですよね今回タイトルマッチに関しては。だからこそ今回にかける覚悟っていうのは大きいと思うし、じゃあこの気持ちを何回も作れることはなかなか難しいと思うんですよ。またやり直さなきゃいけないわけでしょってなってくると。でもまあ残り僕長くないと思ってて、本当に手のホールドとかももう本当に医者はもうできないって言ってるんですよ。出てきちゃってて、でこれ取っちゃうともう試合できないし、最後拳超えてもやりますよ。ベルトはなんだかんだ手に入れずにここまで来て最強のチャンピオンを倒してチャンピオンになれたらね一番綺麗というか、雷神には感謝してますから、人生変わったんで共に雷神を引っ張ってきた仲間じゃないですか。ほう言うね。てかコンフィッションでしたっけ、あれ撮ってくださいね僕の地元で。これ父さんが作ったやつなんですけど、父さんの作ったなんかトレーニングメニューみたいなのがあって、なんか帰ってくるとそのメニューをこなさないと遊びに行けないみたいな。ミクルの方が本当にやんちゃすぎたけどな、そんなことをやらずに言ってくれるのが一番いいけれどもが、でも人生はやっぱり紆余曲折となってそれが全てに肥やしになっていくと思いますので。雷神とかこういう映像を見るのが生きがいだって言ってましたよ。
もうすぐ死ぬからって毎回言われてるけど、先に俺が言っちゃうかもしれないなっつって危ないことばっかして水抜きして試合倒れて。こんなに空広かったっけ空なんか見上げてたら怒られちゃいますもんね、夢がある方手を挙げてください。夢はフットサル選手です。叶うと思います。多分ありがとうございます。頑張って作りました。何ですかこれ。一応なんかチャンピオンベルトみたいな感じ。おお、すごいですね。ナンバーワン。おお、これもチャンピオンベルトっぽく。はい。おお。Rising organizasyasında bitirişkeninden beri Xudoga shukur mende hozir shukur anan ошол Rising organizatsiyasiga аябай ыраазычылык билдирем. Мага ушундай тез бойлордушту берип атканга рахмат. Опытный, тажрыйбалуу, аябай күчтүү байс экенинди сезип, алар баары кайра死んでもいいっていう覚悟で生きてきてるんで。伊沢さんじゃ無理じゃないっていう。まあでも自分強すぎるんで、人間レベルが低い。全然ムカつきもしない。飛ばされてるんで、はい。まあ鬱憤は溜まってますよね。いや別に怪我しようと思ってしてないですからね。なんか大御所みたいな人なんかいますよね。大御所です。ないよもう。大御所だもんだって。こっちとら18年プロやってんだわって。アイドルとかそういう方向なのかな。ファイターだとは思ってない。いやもう花もなくなってるでしょって思います。人の悪口そんなスラスラ出てきて、なんでそんなにイラついてんのみたいな。負のオーラしか感じないんですよね。あれレナ選手何しに来たのかなっていう試合にします。彼女の方が大変だと思います。だって失ったら全部私に取られちゃうじゃないですか。彼女が持ってないもん私持ってるんで。とりあえず大晦日ずっと逃げてたレナ選手ぶっ倒したいと思います。自分の舞台なんで降りてもらって最後話させてください。まあまあマジですごい癖強い家族なんで、伊沢製菓が伊沢製菓である理由が分かります。実家に行くと。どうもはじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。あ、そうです。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。お待ちしてました。いとこといとことおばとおばあちゃんです。女性だらけですね。女性だらけですね。はい。誰と試合するか知ってる？知ってるよ。黒いワンピース着てた人でしょ。あ、そうだね。出てきたよね。うん、あの人ちょっと成功持ってたよね。あれ、なんつった今。どんな少女でした？常に敵だらけだったもんね。まあそうね。家庭訪問ってあるじゃないですか。この子ちょっと人と仲良くできないんで心配なんですって言われちゃって、すぐ聖華にちょっとなんで仲良くできないのって言ったら、だってつまらないんだもんって一言言われちゃって、友達いなくても学校には行ってねって言ったら分かったって言って行ってきますって楽しく行くんですよ、友達いないのに。
いいのバラしちゃったけどごめんね。友達はいないね。まあうち全部。うちの家系って友達できないんですよね。なぜか。できない。私は作らない。あなた作らない。友達に合わしたり何か、それがあんまり好きじゃないから。自分以上ですよ、口の悪さも。親同士でバチバチの口喧嘩しますからね。でも正論だったから。思ったこと何でも言うんですよね。それはもう家系なんですよ。そこは許してくださいってところで。どうですか、こんな感じ。楽しいです。じゃあ先生になるんだねなんて大学行ってって思ってたら、校長先生になるには大学院に出といた方が有利だからって言うんですよ。じゃあ有利だったら言っといた方がいいねって言ったら、私総合格闘家になるって始まったんだよね。そうだ。なんでみたいな。だからもう自分で決めて、自分でそうなるためにはみたいな感じで歩んでますね。常に別の世界に住んでるなと思ってやらしとけばいいかみたいな。格闘技を見て怖いですよね。テレビの前でもいつでも手に汗を握って怪我だけしないようにって。めちゃくちゃ努力と才能と才能。そもそもスピードも違うし、技術も違うし、やってるレベルがもう違うんで。一発あるって言ってたんですけど、逆に一発しかないんで、それは当てるの無理だと。絶対勝つし、さあ、そう、大御所潰す。ただ試合できるかどうか。一番悪い。体重？いろんな意味で。体重って言った今。経歴だけから出ちゃうよ、大御所感は。でもしゃあなくないですか、それは。しゃあないよ、もう。大御所だもんだって。こっちとら18年プロやってんだわって、トップ走ってんだわって。あの時の爆発起こせると思うんで、私は私を信じてます。49キロは私が作った階級だって思ってるんで。MMA ずっとやってきたわけじゃないし、ポットでの私がなんでライブに出れるんだとか、っていうのはやっぱあったと思うし、そこに対して私はその MMA のその選手に対してちゃんとリスペクト持ってたし、この私が出て申し訳ないって思ってたけど、でもやっぱ走り続けなきゃいけなかったし、でもそこを走り続けたからこそ今があると思うし。みんなのためにみんなのためにってやってたんですけど、もうなんかみんなのために頑張れなくなっちゃって。その当時は辛かったですけど、別に今は何とも思ってないというか、なんか良かったなって思いますけどね。楽しい。私の人生物語が過ぎる。昔は人数が少なくてキャラが濃いみたいな感じだったんですけど、今そんな目立ってないけど強い選手って人数で言ったらめっちゃ増えてると思うんで、その子たちが本当に目を出して花開いた時が女子格の全盛期来るんじゃないかなと思ってます。レナ選手はどうやって人気を保つかっていうことを考えてるので、
自分はもうそこよりも強くなることだけを考えて、でそれを表現するのが試合だと思ってるんで、アイドルとかそういう方向なのかなって思ってますね。ファイターだとは思ってないです。なんだろうな、なんか何言われてもなんかかわいそうだなにしか思わないんですよね。人の悪口そんなスラスラ出てきて、なんか人間レベルが低いからなんていうの、イラつかない、かわいそうって思っちゃう。すごい、なんでそんなにイラついてんのみたいな、なんか負のオーラしか感じないんですよね、彼女って。格闘家としてはすごいリスペクトしてる、強さは。だけどその部分じゃない、その人間部分で負けてないから全然ムカつきもしない。本当に。いや、レナはイラつかないかもしれないですけど、私はイラつきますね。毎回そう思うんですけど、面白くないなとは思いますね、煽り方が。こんだけ言うならお前がやれやっては思いますけど、でもできないじゃんって、それをすねて私に言われてもそれは知らんがなっていう。注目度が下がってきてるから、私が思い描いてたのと違うっていう彼女のギャップはあるとは思うんですけど、まあ、だって面白くないんですもん。だってそう、物語が見えない彼女、なんだろうな、その挑戦してないじゃないですか。止まってるだけじゃあ誰がそれ見たいのっていう。彼女が2階級制覇しますとか、彼女が海外に行きますとかで、海外に行って戻ってきますとかやったらまた物語が進んでいくんで、それ面白いなって私も見たいなって思うし、でもそれもないし、何もしないままなんで私だけ注目されないの、いやそれは違うでしょっていう感じ。自分の舞台に仕上がっていくそう。彼女の方が大変だと思います。だって失ったら全部私に取られちゃうじゃないですか。彼女が持ってないもん私持ってるんで、これで私が勝ったらまたより一層面白くできると思うんで。もちろん勝ってほしいです。勝っても負けてもやっぱりこう全部出したなって試合してほしいですね。感情っていうか嫌いで試合することってあんまないじゃないですか。一方的に自分が、殴って決めて勝つ、1ラウンドで終わります。自分だけしか見せない。あれレナ選手何しに来たのかなっていう試合にします。なめ腐っとってもらっていいなって思うんで、もうそれを返した時が一番気持ちいいんで、はい、負けるだろうと思ってくれと思いますけどね。勝ってざまみろって言いたいんで。ライジン10年目の集大成。柔術界の鬼人 VS コーカサスのイカズチ歴代王者激突。身体をかけてシュート伝承者、愛と涙の殴り物。カザフの岩石パンチか、微笑みのスナイパーか。自然に潜む狩猟蛇が都会に生きる野生猿を狙う。ラフダイヤモンド VS ヤングガン。
ランプリファイナル。山の頂上で相まみえる熟練の技と魂。バンタム級タイトルマッチ、地獄へ誘うエンジェルと F ワード連発ギャングスター。女同士の離婚マッチ。かかってこいや喧嘩上等。ライト級タイトルマッチ、太陽のごとき絶対王者にタシケントの刀剣イルホム・ノジモフ。フェザー級タイトルマッチ、恐怖のイノワシが大晦日の日本を血で染める。求め続けたその瞬間は果たして彼に訪れるのか。令和7年大晦日、この日歴史が動く。